皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今日は日本の天気予報でよく使われる擬音語や擬態語と呼ばれる表現について話していこうと思います。この前ですね、Discord のコミュニティ内でこのような画像を投稿していた方がいて、で、音声で聞いている方にその画像をちょっと説明するとですね、それは天気予報の画像で、今の天気、雪はどのぐらい降っていますかというような画像です。で、いろんな方が私のいるところでは今雪がポツポツ降ってる、パラパラ降ってるなどカテゴリーに分けてね、いろいろ投稿している画像でその分布が見られるものなんですが、そこに出てくる雪がパラパラ降ってる、しんしん降っている、ぶわーっと吹雪が吹いているみたいなね、この単語難しいという投稿をね、ディスコード内でしてくださっている方がいて、では確かにこれ初めて見たら全然意味分かれへんし、めっちゃ難しいなっていうのをね、私も感じたので、今回はそれを解説するようなエピソードにしていこうかなと思います。で、先に言っておきたいことがあって、それはこういう擬態語、擬音語っていうのは結構人の感覚、みんな人それぞれ感覚があって、でその感覚で話しているっていう感じなので、人によってちょっとずつニュアンスが違ったり、使うシーンがね、違う場合もあります。なので、大体こういう時に使うんだなっていう意味は知っておいてほしいんですけど、それが 100% という覚え方、その意味以外は間違っているというような覚え方ではなくて、なんとなくこういう時にこの単語を使うんだなというふうに覚えてもらえればなと思います。人によって捉え方とか使う単語が違ってくるので、臨機応変にね、対応できるようにしておいてもらえたらなと思います。ではですね、画像に出てきた単語は、雪の降り方を説明している単語がたくさん出てきて、ここに書かれている単語をちょっと上から順番に読んでいくと、はっきり、うっすら、見えない、ポツポツ、パラパラ、さあ、ザーザー、ゴー、べちゃ、チラチラ、ふわふわ、しんしん。あと、どかどか、バチバチ、ブワーです。これだけの単語が出てきていて、これ皆さんどういう時に使うかすべて説明できますか？ではですね、一つずつ説明していきたいのと、あとはこれらの表現って天気を表す以外にも使うシーンがあるので、それらも一緒に紹介しようかなと思います。で、正直私もよく使うものと全然使わないものがここに含まれています。まず、はじめですね。はっきりっていうのは何かものがよく見えること、綺麗にクリアに見えることを意味します。なので、例えば目が悪い人がメガネをかけた時に視界が一気にクリアになって全部見えるみたいな感覚ありますよね。それがはっきり見えるというものなんですけど、雪がはっきり見えるは確かに雪がたくさん降っているとはっきり見えるなっていう時はね、使うかもしれないですけど、天気予報で言うなら雪がたくさん降っている。それがよく見えるっていうことかなと思います。あと、うっすらっていうのは少しだけっていう意味になります。うっすら雪が積もってるなっていうと、雪が少しだけ積もっているなという意味になります。あとは、ぼんやりしてるっていうのにも使えます。例えば、雪が降っているのがうっすら見えるだと、なんとなく雪降ってる感じは伝わってくるけど、すごくたくさん雪が降っているわけでもないっていう時に使えるかなと思います。では次ですね。ポツポツっていう単語が出てくるんですけど、皆さん、ポツポツはわかりますか？ポツポツはどちらかというと、雨が降っている時に使います。雨が少しずつ
少量だけ降っている時ですね。たくさん雨が降っている台風とかそういう時ではなくて、本当に服が少し濡れるぐらい、傘はなくても大丈夫だろうぐらい少しずつ水の雫が落ちてくる感じ。これをポツポツって言います。なので、外が曇っていて、窓の外を見て、雨が少しだけ降っているなってなったら、雨がポツポツ降っているというふうに言うことができます。で、それと似ているのがパラパラです。パラパラ雨が降っているっていうこともできるかもしれないですけど、私はあまり使わないです。パラパラ雨が降っている、パラパラ雪が降っているっていうのを聞くと、少しだけ降っているっていう風に捉えてもらうといいかなと思います。私はどちらかというと、雨の場合はポツポツ降っているという表現をよく使います。で、このパラパラっていうのは、物一つ一つが重なり合ってない状態。このパラパラっていう表現をよく使うシーンがあるんですけど、それはチャーハンです。中華料理のチャーハン、ご飯と卵とか、ハムとかを混ぜた料理があるんですけど、そのご飯がひっついていない状態、米粒が一粒一粒油とかでコーティングされてひっつかない状態をパラパラって言います。なのでこれを天気予報で使うなら、少しだけ雨とかが一粒ずつ一滴ずつ落ちてくる感じがパラパラかなと思います。あとこの雪も肌につくとすぐ溶けてしまいそうな感じ、少しだけ少しずつ降っている感じがパラパラかなと思います。では次にさがあります。正直私このさは使ったことないです。雪が降っているとか雨が降っている時にさという表現は使ったことはないですけど、意味を説明するとしたら、本当に静かな感じ、弱い雨が降っている、弱い雪が降っている時使うかなと思います。さーっていうのは、雨が降っているのを多分気づかないぐらいの弱い雨の時に使うのかなって思うんですけど、正直私は使ったことはないです。次はザーザーです。これはよく使います。ザーザーっていうのはとても強い雨が降っている時に使います。雨が当たってめちゃめちゃうるさい時、たくさん音が聞こえてくる時、これをザーザーって言います。あとはザーザー降りっていう表現もあるんですけど、雨がザーザー降っているっていうと、もう雨がたくさん降っている。外に出るともうすぐびしょ濡れになるぐらいたくさん大量に雨が降っている、土砂降りの時はザーザー雨が降っていると言います。で、その次はゴーですね。ゴーは強い風の音を表しています。台風とかすごく強風ハリケーンの時とかもあるかもしれないですけど、風の音がものすごくうるさい時ですね。これはゴーゴーとかゴーで表現したりします。あと、この風とか天気以外でも、物の音がうるさい時、すごく雑音みたいな音がうるさい時にゴーっていう表現を使います。この冷蔵庫ゴーゴー言ってるけど壊れたんちゃうかなとか、そんな感じで使えるかなと思います。これは音がうるさい時に使ってみてください。では次はべちゃですね。さっきの天気予報のところにはべちゃみぞれって書いてあったんですけど、べちゃっていうのは雪が降ってちょっとその後雨も降って水が混ざった感じ。あそこを歩くときに音しますよね、それがべちゃべちゃです。雪と道路の土が混ざって汚くなったところを人が歩いている、その音をべちゃべちゃって表現するかなと思います。天気予報で言うと、雪が溶けている時ですね。歩くと音が鳴る感じ。氷を踏んでいる時のような音が鳴る感じ。真っ白な雪、溶けていない積もってる雪の上を歩く時はべちゃではないです。ちょっと溶けて水と混ざっている感じの時、そこを歩く時の音がべちゃです。
なので天気予報でべちゃだと、その周辺の雪はちょっと溶けてきているんだなっていうことがわかります。で、その次、チラチラ、ふわふわ、しんしんっていう言葉がね、こう一つになって天気予報では表示されていたんですけど、これは本当に真っ白い粉っぽい雪が降っているということになります。なんか見ていて綺麗だなって思うような雪の降り方をしているとき、ふわふわな雪、ふわふわな雪、なんか柔らかい綿あめのような雪、雲、柔らかそうですよね。あの感じをふわふわって言います。静かに雪が降り注いでいる感じがしんしんっていう言葉だったり、ふわふわはどちらかというとその雪が積もっている状態を表すかなと思います。ふわふわの雪が積もってる。触るととても柔らかい、すぐ溶けてしまいそうな雪。降ったばかりの雪。固まる前の新しい雪をふわふわの雪って言ったりします。で、チラチラは正直私はどんな雪かわからなかったです。あんまり使わない表現だなって思うんですけど、少しずつこう舞うように降る雪かなと思います。で、チラチラは正直天気でよく聞くというよりかは、こう人とか物を二度見するときありますよね。じっとずっと見続けるのではなくて、こうたまに見る感じ、二度見三度見するとき、あれをチラチラ見ると言います。なんか人から視線感じるな、誰かに見られているなっていう時は、チラチラ見られているとか、そんな感じで使えるかなと思います。ではですね、次はドカドカです。ドカドカも、私個人的にはあまり聞かない表現だなって思うんですけど、ドカドカはたくさん大量に雪が降っている時ですね。このドカドカからはなんか重さとかヘビーな感じが伝わってきます。なので、どかどか雪が降っているってなると、短時間に短い間に大量に雪が降ることを表すかなと思うんですけど、私個人的にはあまり使わないです。それも私が雪がね、降る地域に住んでいないので、あまり聞かない表現っていうのはあるかもしれないです。なので、天気予報でね、どかどかって見ると、雪がたくさん降っているんだな、雪が、たくさん積もっているんだなっていうことをね、覚えておいてもらえるといいかなと思います。では、あと2つですね。そのうちの1つがバチバチです。これはあられって言って、少し固まった白い氷の破片みたいな、そういうのがこう空から降ってくる時があるんですけど、これが車とか家の屋根とかに当たった時に音がします。で、それがバチバチです。雪が降ってきて窓についてもとか車に積もるとって音はしないですよね。静かにこう積もっていくんですけど、硬いものが上から降ってくると音が鳴りますよね。で、その音がバチバチです。あとは火花が散っている時、なんか火がこう焚き火をする時とか、家に暖炉がある方はその音を聞いたことがあると思うんですけど、木を燃やすとこうなんか音を鳴らしながら燃えていく瞬間ってあるかと思うんですけど、あれがバチバチです。あとはこの空から降ってくるあられという氷の球体みたいなのが車とか家の壁とか屋根に当たってその時になる音がバチバチです。なので雪がバチバチ降っているってなったら、氷の球体っていうか小さい丸いものが空から降ってきてるんだなってことになります。なのでこれは結構危険ですね。危ないので外には出ないようにした方がいいかなと思います。その場合は皆さんも気をつけてください。で、バチバチでもう一つ使えるシーンがあるんですけど、それが誰かが喧嘩をしている時ですね。例えば A さんと B さんが喧嘩していて、それを C さんが見ている時で C さんが「うわ A さんと B さんバチバチやな」って言ったりします。で、このバチバチはすごく揉めているとか喧嘩しているとかっていう意味になります。なのでどっちかというと天気予報以外で聞く場面があるかもしれないです。でもバチバチっていうと
喧嘩していたり揉めていたり仲が良くないってことなので、気をつけた方がいいというか、注意するべきかなと思います。アニメとかドラマとかではね、よく出てくるかなと思います。では最後の表現ですね。やっとラストまで来ました。それがブワーです。で、かっこ吹雪って書いてあるんですけど、このブワーっていうのはもうすっごい強風で雪が降っているってことになります。風が強いプラス雪が大量に降っているっていうのが吹雪っていうんですけど、でそれを表す音がブワーです。雪がたくさん降る地域に住んでいる方は何回も経験したことがあるかもしれないですけど、雪が降っているプラス風が吹いていって視界が真っ白になったり前が見えにくい時ありますよね。あれがブワーっていう状況です。雪がブワーって吹いているとか、風がブワーって吹いているとか、風がブワーって吹いて髪の毛がぐしゃぐしゃになったとか、こんな感じで使えるかなと思います。ブワーは風が強いっていう意味がね、一番強いかなと思うんですけど、なので雪以外にも風が強い時に、例えば風がブワーって吹いてきて髪が飛んでったとかね、そんな感じで使えるかなと思います。このブワーは正直めちゃめちゃよく聞くし、よく使うと思うので、ブワーっていう音を聞いたら、強い風が吹いているんだなっていうのをね、想像してもらえるといいかなと思います。今回は天気の表現、擬音語、擬態語についてお話ししてみました。一つの画像にある表現をね、一から説明してみたんですけど、少しでも何かなるほど、なんとなく分かったかもっていうものがあればいいなと思います。擬音語、擬態語って本当に無限にあるんじゃないかって思うんですけど、もし皆さんもね、これはいつ使うのとか、これはどういう意味っていうのがあれば、いつでもコメント欄で教えてもらえればなと思います。また、これは本当に慣れるしかないっていう気もするので、もし友達と話していて、オンラインレッスンを受けて、映画、ドラマ、アニメを見てこういう擬音語、擬態語を聞いたら、文字で理解するのではなくて、場面を想像しながら単語の意味を理解して使う練習をしてもらえたらなと思います。本当に難しいとは私も思います。あと人によってこの感覚も違うし、ここにあった単語でも私がよく使うものとか、一回も使ったことがないものとかもあるので、そうですね。慣れていってもらえれば嬉しいです。あとは日本では雪が降る地域がたくさんあるので、だからこそこういう擬音語、擬態語が多くなっていろんな雪の降り方を表現する単語が生まれていったのかなとも思ったりもします。なので雪が降らない地域とか、あまり天候が変わらない地域に住んでいる方は、ちょっとね、想像するのが難しい場面もあるかもしれないですけど、そういう場合は映像を見ながら勉強してもらえるといいかなと思います。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストをこれからも聞き続けたい、だからサポートしたいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。皆さんのサポートのおかげでこうやってね、これからも続けていくことができると思うので、本当に感謝しています。あとですね、皆さんこの動画が役に立った、面白かったと思ったら、ぜひいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん良い一日をお過ごしください。それでは。